この動画のあらすじ。雨の日といえば一人でしっぽり車中泊。夜のお仕事の疲れを美味しい食べ物で癒します。大人の秘密基地で一緒にお花見しませんか？ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。私は静岡県で夜勤のお仕事をしています。祝日があると休みが不規則になって逆に忙しくなる、そんな感じのお仕事です。あいにくのお天気。本当は早咲きの桜を見に行こうと思っていたんですが、雨だし、しかも明日急にお仕事になってしまったので、だいぶへこたれています。車中泊は私にとって癒し、すごいリフレッシュっていう感じなので、こういう忙しい時こそ車中泊をしたいと思ってます。とりあえず雨の中を安全運転で走ってます。遠くに見える山に霧がかかってて、なんだかいい感じ。道路に飛び出している草にバシッと当たっていきました。ワイルド。相変わらずわたわたしているように見えるハンドルさばき。こう見えてゴールデン免許です。奇跡。さあ、いつものお気に入りの車中泊スポットに到着しました。N 版の扉はちょっと重たいので、どっこいしょって感じで降りちゃいます。それでは早速車の中を整えていきます。傘は持ってきたけどめんどくさいので差しません。超特急で車の中をフルフラットにしていきます。 N 版の助手席は完全に下に押し込めるんですが、ちょっとコツがいて力だけではできません。頭も使いながらぺったんこにできました。まだそんなに濡れてない。大丈夫。夜勤明けで体は多分疲れていると思うので、あんまり無理はしないでささっと車の中に乗り込むことにします。こういう時用にカッパとか買おうかなって思うんですが、なんか着るのめんどくさいなって思って着なさそうです。ちょっとだけ靴の中も濡れちゃって足がしっとりしてます。力強く扉を閉める。車の中でお尻を冷やさないようにブランケットを床に引いていきます。隅っこがぐちゃぐちゃで雑な性格なのがバレてしまう。そしていつも使っているテーブルを組み立てていきます。 N 版に備え付けで作ってあって、足を1本はめるだけで簡単に組み立てられるのでとっても便利です。お気に入りのベアボーンズのランタンをつけます。仕事のスケジュールとお天気のせいでお花見は行けないんですが、今日は車の中で私だけのお花見を楽しみたいと思います。それにしてもなんだかちょっと髪の毛が跳ねているのが気になります。今日はお花を持ってきました。
スーパーの隣にあるお花屋さんで春の花をくださいと言ったらお花を選んでくれました。スイートピー、なんだかちょっと甘くていい香りがします。今日は長老だるまさんと一緒に車の中でお花見を楽しみたいと思います。外のレギュレーターストーブ、ケースもギアもかっこよくてお気に入りです。お花見といえば美味しいお茶。せっかくなので南部鉄器の急須を持ってきました。私はペットボトルのお茶とかパックのお茶とかそういうのばかり飲んでいるので、正直上手に入れられるかわからないんですが、今回は美味しい緑茶を入れようと思います。来る前にお母さんに美味しいお茶の入れ方を聞いておけばよかったなーってちょっと後悔してます。お湯を沸かしている間にお菓子の準備、早くも花より団子になっております。私は和菓子も洋菓子も大好きなんですが、なんか春は和菓子が特に美味しい季節な気がします。みたらし団子と三色団子、そして春といえば桜餅。食いしん坊の欲張りセット、早速食べたいところですが、しっかりお茶を入れるまで我慢します。お茶は静岡茶 100%、 スーパーで買ってきました。せっかく生まれも育ちも静岡県なのになかなかこういうお茶を飲まないので、これからは積極的に飲もうと思います。なんとなく適当にスプーン2杯分お茶っ葉を入れてみます。上手にお茶が入れられるか心配すぎる。雨音を聞きながらゆっくり待ちます。さあどうでしょうか。ちょっと色が薄かったです。やり直します。テイク2。ちょっと
濃いめで美味しそうなお茶です。満足。それではお花見の始まり。最初はみたらし団子から。ただのみたらし団子じゃなくて、中はあんこが入ってます。甘くてもちもちで最高に美味しいです。顔がシワシワになってしまう。濃いめのお茶が合う。春ならではの三色団子。完全に花より団子です。そして桜餅。桜のあんこがとっても美味しい。桜餅があるので春大好きです。あっという間にごちそうさまでした。ウエットティッシュで簡単にテーブルを拭いておきます。季節の変わり目は体調を崩しやすくなるのですが、こういう美味しい限定商品を食べながら季節の移り変わりを楽しんでいきたいと思います。久しぶりに外のランタンを持ってきました。外のガスランタン、火の戸です。使うのが久しぶりすぎて、なんだかちょっとうまくつきません。ついた。雨音を聞きながらゆらゆら揺れる炎を見て美味しい緑茶を飲む幸せなひとときです。なんだか食べてばっかりな気がしますが、お夕飯の準備をします。お仕事をしっかり頑張るコツはたくさん食べること。最近蒸し料理にハマりすぎて、ついにせいろを買ってしまいました。前回は電気調理でお野菜を蒸しましたが、今回はせいろでお野菜を蒸します。お家で下ごしらえしてきた野菜たちです。そしてせいろといえば肉まんも蒸していきます。それだけではありません。せいろは全部で3段あるので、1段目にこのお肉を蒸してみようと思います。鶏の手羽元です。一番下の段はメスティンになります。目分量で適当にお水を入れます。どの段に何を入れようか悩んだんですが、今回はお肉の脂は下に落ちるように一番下にお肉にすることにしました。さっ
き和菓子をたくさん食べてしまったので、ちょっとだけヘルシーにいきます。岩塩でなんとなく味をつけたらせいろをのせます。2段目には好きなお野菜をどんどん詰めていきます。切り方が大きすぎた新玉ねぎ。このパプリカはキッズパプリカって書いてあって、なんか丸ごと食べれるみたいなので、そのまま蒸してみます。あっという間に2段目がパンパンになってしまいました。一番上の段に行ってみようと思います。なかなか閉まらなくてちょっと焦りました。一番上は肉まん、そして隙間にさっき入れきれなかったお野菜を入れておきます。人参はお花の形に切ってちょっと春っぽくしておきました。これであとは蒸すだけです。いつも火力がフルパワー、しっかり調節します。蒸している途中でお野菜に岩塩を振っていないことに気づきました。途中で振ったので OK。 蒸している間にお先に一杯やりたいと思います。ノンアルコールのバドワイザー。本当はビールを飲みたいけど、お仕事のことを考えて我慢します。ノンアルでも立派なビールって言い聞かせる。おいしい。肉まんチラ見せ。そろそろいい感じに蒸し上がったかな。慌てないでのんびりノンアルを飲みながら待ちます。どのくらいのお時間蒸したのか忘れちゃったんですが、開けてみます。ほかほかのいい香りの湯気がぶわっと出てきました。肉まんもふわふわ。早速食べてみたいと思います。皮がふかふかでとっても美味しいです。肉まんといえばコンビニで食べる肉まんが一番美味しいと思っていたんですが、私が蒸した肉まんもなかなか美味しいです。大きな口でガブガブ食べちゃいます。先に肉まんを全部食べちゃいました。次はお野菜とお肉の番です。最近芽キャベツにハマっていてよく食べてます。本当に丸ごと食べれるのかなって心配だったキッズパプリカ、いただきます。思ったより甘くてジューシーで美味しいです。噛んだ瞬間汁がポタポタっと垂れてきてめちゃめちゃ汚しちゃいました。ジューシーすぎた。そして念願のお肉、鶏の手羽元です。またまた大きい口で失礼します。骨付き肉ってどうしてこんなに美味しいんだろうっていう感じ。
じっくり蒸したのでプルプルで最高。あっという間に骨だけになりました。ごちそうさまでした。骨はしっかりお家に持って帰って生ゴミで処分します。テーブルをシャシャシャーっと拭いてお片付け終了。お花見の予定があんまりお花を見ていなかった気がします。ランタンを消して寝る準備をします。明日の夜勤に遅れないようにしっかりお仕事の準備をしてから寝ます。最後までご視聴ありがとうございました。忙しい日々が続きますが、美味しくて栄養のあるものをたくさん食べて、気合と根性で季節の変わり目を乗り越えたいと思います。この動画が良かったなって思う方はチャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。 Twitter や Instagram にもぜひ遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。